こんにちは。こんにちはチャス、むゆんと、豆マヨです。みよしです。二人合わせて、みよマヨみよマヨで。ですということで、前回は雑談メイクが上がってるのと、豆マヨさんたちの方で、わかるこれ。ででめーっちゃ痛そうじゃない泣いちゃう。泣いちゃうよ、泣いちゃう本当に。豆マヨさんにやられちゃったんですけど。はい、やってまいりました。ラテックスを使った傷メイク。ということで、めちゃくちゃリアルで生々しいのに簡単にできちゃうっていうものを、いよまよさんたちのチャンネルでさせていただきました。で、その続きはいということで、私のチャンネルの方では、ラテックスでつけた傷をベースに、汚しメイクとあざとかもまた追加していこうかなと思います。めっちゃ楽しみで。これはね、お二人の技術を皆様に発信することにはなりますから、特にヒーローとか、何か汚れだったりとか、血のりだったりとか、いろんなもので使えるテクニックなので、ぜひ最後まで見てってくださはいい。よろしくお願いします。じゃあ、お願いします早速やっていきましょう。はい痛そうなね、メイクもうちょっとだけ追加していきます。これ、わかりますよく見るス。ポンジですね。この粗めのスポンジをちょっと使って、すり傷を追加していきます。三吉のアクアカラーっていうね、水をここに霧吹きとかでシュッてするとアクアカラーがこれ使える。で乾く。これは乾きます。うん乾いてる状態だとつかないので、あ、そうなんだ。水をつけて使うものになる。粉っぽい感じなんですか？そうですね質感はなんで、あんまりテクスチャがぬちょっとしてない。ベタっとしにくい。しないのうんで。で、これをさっきのこのスポンジにつけていきます。赤とか黒とかもあるので、赤、黒、茶色を混ぜて使っていきます。で、赤だけだとすごい発色になっちゃうんで、つけすぎるとべしょってついちゃうんで、手の甲とかで試しながら。うんつけた感じ、こういう風になります。これ普通に手とかでやろうと思っても結構難しいんですけど、これ使うと砂がパッてついたみたいな感じとか。擦れた感じになると。はい。擦り傷の表現とかにはめっちゃいい感じ。はい。この辺に、あと、こんな感じで。お、すごい。で、そしたら、ちょっと青タンあざっぽい感じで作っていきます。結構人の血液とかって青みもあるので、また三吉なんですけど、これも三吉なんだ。はいめちゃめちゃこいい。れクラウンカラそうなんー。ほんとクラウンカラーっていうだけあって、ピエロの人とか、クラウンがそう使うやつなんフェイです。スペイント。あ、ですです。ちょっとさっきよりも口紅っぽい、うんあとドロッとぬちょっとした硬いテクスチャーですね。ね。で、これは広範囲につけると結構汗でよれちゃったりとかするんで、血ついてるとか、あざとかワンポイン、トそうですね、の表現で使っていきます。これちょっとわかるかな青タンっぽくね、紫っぽい感じの色を、あすごいはい、作っていきます。そしたら、さっきこの辺にね、シャシャシャってした。青が入るとよりリアルな感じに。肌に青使おうってあんまりないないか確かにななんか言われてみれば確かに、それがリアル感増すんだなって。そうなんですよ。なんか例えば手の甲とかに殴った時のあざ作りたいとか、こことかやっぱ人ってヤンキー漫画とかのコスプレする時に対応してほしい。そう、ここでやっぱ人って人のこと殴るんで、ここの皮がむけたりとか、あざができたりとかするんですよね。なんで拳のところにこの傷メイク、あざメイクしとくとよりリアルで、こうやって、やばい。そう、拳構えたりとめっかすると。ちゃいい。今流行りのウィンドブレーカーとか、それこそ通り部とかみたいなヤンキー漫画でこうやってアップの写真撮るときとかめっちゃ使ってほしい。確かにうん今ここにあざつけたんで、次、みんな大好き鼻血ちょっとつけていきます。ある一定層に刺さるよね、そう鼻血ね。鼻血ね、私大好きなんだ。同じく。はい、失礼いたします。はい。これね、鼻血いっぱいつけすぎるとやりすぎになっちゃうんで、ほんのりね。ブラウンカラーの赤、ちょっとピンクっぽいんで、さっきのアクアカラーの赤とかも混ぜて使っていきます。で、最後ね、ちょっと茶色で、酸化した感じで。あ、茶色なんだ。茶色でへ茶色を塗ると、
血がちょっと時間経った感じが。はあ、なるほどね。なんか軽く拭った時で血が伸びた後うん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 酸化した時結構茶色くなったりするので、ナルトのサスケやった時とかも血垂らしてるんですけど、うん赤3の茶色7ぐらいの割合で、茶色多いんだ。結構茶色多くへするとよりリアルな血の跡勉が。強になる。私がやらないジャンルすぎて。でもやっぱね、今こう流行ってきてるから、この2時3時ヒーローとかも。うんうんやっぱヒーロー撮影いっぱいやって、もうなんかだんだんやることなくなってきたな。ぐらいの時に、こういうちょっと特殊すごいなんか今やっただけでもっとなんかリアル感増した。撮影ぜひ。で、最後。はい。今、この鼻血もつけて、爪とかにこうやって、こんな感じで赤からつけて、この辺にピッて切り傷作ってみたりとか。すめえ。自分のあるもので。自分のもうあるもので、だんだん傷できてきて、もうね、だんだん痛そう。だいぶ痛そうではあるんですけど、さらに、戦闘してる時って、砂ぼこりだったりとか、汚れがやっぱついててほしいなと思うので、次は、これを使っていきます。フィックスミストですね。へはーい。何でも大丈夫です、フィックスミストだったら。で、今時でみんな持ってるから、そう、今時みんな持ってる。で、これがちょっと特殊ですね。名称的には、ダーティーパウダーとか、スリラーパウダーとか、日本語だと汚し粉っていう風に検索するといろんなメーカーさんが出てくると思うんですけど、結構日本製だと今ほぼ売ってなくて、なんでちょっと海外製にはなるんですけど、これも岡田屋で買えます。全部。全部買えます。でも結構3種類ぐらいの色バリエーションがある。でも、おすすめは黒です。フィックスミストを手のひらに、はいちょっとポコポコっと、はい、やります。よいしょ。隣で見ましょう。リアル。上にこのパウダーをポコパッと、はい。こんな感じで、ふりかけ。振りかけ、すごい。振りかけて、ある程度作ったら、そしたら、ちょっとね、ファンの皆さんごめんなさいなんですけど、しばきます。えいやられた。えいあ、やられた。えい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 こんな感じで、すごい。はい。このね、手についてる粉のままスタンプするみたいなイメージで。勇気いる。勇気いる。そう、自分だと思いっきりできるから、私はもう、こうやって思いっきり叩いて、こうやって伸ばしたりとか。で伸ばすと、こう、擦れた感じになるんで、これをひたすら、もう汚していく。顔を汚していく感じで、じゃじゃん。もう、これで、完成でーす。すごい。何分今10分しか撮ってないのに、もう1時間学び得ました。やっためっちゃ感動してる。こんな感じで、汚しのエフェクトを顔面につけていくって感じですね。この一瞬で。すもうごい。これもう3、4色パパパパ。ババババ。口元リアルっすね。ローラテックスで縦に細長く入れて、で、切り傷なので真ん中がちょっとへこんでる感じで、周りを手羽立たせて。こんな感じで、汚しメイク、完成すごーい。痛々しい。痛々しい。やられましたね。やられた面白い学びを得ました。これは私じゃお伝えできないジャンルではあったので、うん、いい普通に嬉しいですね。ありがとうございます。タオル取ります？痛そう。痛そうだね。で、なんかこのね、衣装とか。全然すごい音だよ。バチってなる。汚していい衣装とかだったら血のりつけたりとか、それこそもうこれ使わない衣装だわ。汚しをやられよみたいな感じで余裕があるんだったら、例えばもう衣装切り刻んじゃったりとか、楽しそう、一回やってみたいんですよね。いやー、楽しいっすよ。もうヒーローやってるならね、一回はやりたい。本当にそれはそう。それこそヒロアカとか、うんそういうなんかジャンプの作品で初めて汚しメイクとか、汚しの加工みたいなのをやったんですよ。レックンのヒーロー
スーツで初めてやって、で、その時に、これはシャブだなと思って。最初はね、ちょっとためらうの。心が痛むとなるけど、やり始めたら止まらない。そう、やべえみたいな。楽しいみたいな。ずっとやっちゃうみたいな。楽しそう。それをコスプレの世界大会では、プレゼンテーションに使ったりとかして、点数を取るために、汚しとか、傷メイクとか、で、点数稼いだりとかもしたので、結構やっぱね、やると楽しいし、傷を入れるってことは、ある程度やっぱり観察したりとか、実際の傷だったりとか、汚れっていうのも、例えばなんかサビとかもめっちゃ使ってる剣だったら、そこを錆びさせたりとかするっていうのも一種のエフェクトなんで、そういうので実物を、サビを観察したりとかするのもそうだし、コミックスとかで、どこで、どういうサビとか、どういう傷、刃こぼれつけたらリアルかなとかいうのをコミックスもう一回読みながら、あ、ここでこの戦いの時に結構大ダメージ受けてるなとかいうのを再現して入れてみたりとかするとめっちゃ楽しい。はい、コスプレの域超えた。観察眼がサビとか。いやー、深みがね。でも全然やっぱ変わるんで、結構もう自分がこだわり抜いて作りたいみたいな衣装とかでやってみるのはめちゃめちゃおすすめですね。ちなみに世界コスプレサミットって言って、世界規模で行われてるコスプレ大会っていうんですか、大会の、そう、2024年の世界チャンピオンを。はい。私はすごい人に囲まれてなのでね、知識もスキルも経験も長年やってきたこだわりのあるからこそのお遊びですよね、もう。お遊びです。お遊びですけど、お遊びじゃないみたいな。そういった知識とか、それこそワークショップ的なのもやられてたりしたりね、すごく幅広く積極的に活動してるので、これ始めてちょっとわかんないよとか、衣装制作、ウィッグとか、造形物も含めて一緒に作れちゃったりするのもね、やってたり、私はもうツイッターで、やってるなってしかちょっと見ることできないんですけど、気になる方はそちらもチェックしていただけるといいと思います。ぜひ。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、各種 SNS のチェックまでお願いします。お願いします。お二人も概要欄に載せてるので、そちらもお願いします。ぜひ。お願いします。はい。チェックしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。